ファイナルファンタジー7リバースはですね、皆さんが期待しているクラウドやバレット、エーレス、ティファなどを中心としたメインキャラクターを中心としたより深くシリアスでドラマチックなストーリーが、描かれていますので、例えばですね、オリジナルの FF7 のストーリーの中でやっぱり名場面とかすごくいいエピソードだみたいな、真実を知るみたいな、もう有名すぎてネタバレにもならないというかそういうシーンもあって驚くほどですね、その25年前のストーリーをそのまま再現しているところ、名場面に関してはそのまま再現していることが多いんですけれども、それでもですね本当にリアリティを持って伝わるし、そこにキャラクターのボイスであるとかすごい専用の BGM が乗っかって見せることでですね、より名場面が際立っているっていうところがまず一つありますね。リバース、リメイクリバースのシナリオを書く上で原作にはないシーンを加えて拡張するということをたくさんしたんですけども、それはキャラクターを深掘りした時に前はデフォルメされてた、感情的にデフォルメされてた部分をドラマとしてちゃんと描きたい、人の気持ちが変わったりとか、感情のマインドセットを次に進むためにちゃんとしておきたいっていうのがあって、そこは新たなエピソードになってます。当時本当はこういう表現にしたかった、こういうふうに描きたかったっていうところが、当時の技術力だとそこまで表現しきれなかったものがより深く表現できることになったので、オリジナルは基本的には参考にしています。それ以外にもFF7 関連の作品はすごい多くあるので、それらも含めて一通りリファレンスとして参考に制作しています。登場人物各個々に対して、演技のイメージっていうのを事前に資料としてまとめてあって、その資料が具体的にどんなものかっていうと、例えば立ちポーズのキャラのイメージに合う、例えばティファだったらこういうポーズが、手にちょっと手っていうか腰に手を当てるようなポーズがちょっとティファっぽいよねとか、そういう感じの、情報がまとまってるものになりますね。キャラクターたちをどのようによりリアルというか命を吹き込むかっていう観点でいうと、やっぱりフェイシャルに関しては非常にこだわるというか注意をしていました。特に今って原作と違ってキャラクターたちにボイスオーバーというか、セリフが全部載って感情を言うんですけど、映画とかも今の演出ってそうなんですけど、別に言葉がなくても表情だけで人の感情って伝えれるんですね。で今回ってやっぱそれをすごく意識してとかやっていて、特にセリフがないところでもキャラクターのわずかな表情とか仕草でグッと心をつかまれるシーンっていうのがものすごく数いっぱいあるんで、そこはぜひ見てもらいたいところの一つではありますね。クラウドはですね、リメイクの物語の中ではバレットやティファというアバランチというグループに傭兵として何でもやとして雇われて、最初はお金のために働いているみたいな立場だったんですけれども、そのリメイクの中で彼らとの絆を築いて仲間としてお互いに認め合うような形でミッドガルを脱出しています。クラウドはリメイクの中ではなんて言うんでしょうね、舐められないように頑張ってたのが、仲間たちと一緒に行動するうちになんとなく自分の居場所を得た感じになってリバースに入ってくるっていう感じですね。過去ニブル編のクラウドがあったんですけど、5年前っていう設定でもありますし、キャラクター的にもちょっと若いクラウドで、さらにその中にちょっと今までとイメージの違うクラウドを作らなくてはいけなかったので、モデル自体ちょっと若いモデルを用意してもらったり、フェイシャルをつける時も少し明るめだったり、元気を少し足したような感じの付け方をしたんですけど、そのセフィロスの弱さっていうのを皆さんが知っているから、そこの完璧に見えて完璧じゃないところが魅力なのかなってちょっと思って
おそらくそれはクラウドも一緒で、なんか完璧じゃないその弱さが結構その弱いところがしっかり描かれてるってところが。ティファは、バレットと同じアバランチというグループの一員なんですけれども、そのアバランチの過激な活動に関しては、リメイクの時から少しためらいがあって悩みを抱えながら一緒に行動をしていたんですけれども、そんな死んだカンパニーの陰謀によってですね、アバランチが窮地に追い込まれた状況の中でもうその活動を続けるしかないっていう覚悟を決めつつも、でもやっぱりまだ揺れる思いは抱えていながらリバースに旅を始めます。でやっぱり彼女の中にはその幼なじみのクラウドっていう存在が大きくあって、でそのクラウドの様子が時々おかしくなったりとかすることを彼女なりにやっぱり心配に思っていることがあるので、それもあって一緒に行動しているっていうのはもう原作の設定と同じ形になっております。そうですね、ティファに関して言うとクラウドのことを心配するっていうこともあるんですけれども、いよいよクラウドが本当にどういうふうに考えてるんだろうとかっていうところにちょっとやっぱり疑問を抱いたりとか、クラウドのことを心配するがあまり質問がきつくなって、なんていうのかな、少し口論になったりとか、そういう感情の部分でぶつかることとかもあるようなそういうより身近な関係として描くクラウドとの関係を描いているようなストーリーが最初から入ってきております。先輩のプログラマーにもう発売になった頃に「エアリスとティファって仲悪いよね」って言われて、もう全然そんなつもりで作ってなかったので、今回はその彼女たちは仲いいと思ってすごい仲良くなれたという気分で作ってたのに、そういうふうに解釈されたっていうのがずっと残っててそれをだから彼女たちの関係性を描いたのが今回できたんじゃないかなと思ってます。バレットはですね、リメイクの時にはですね、この世界の星のエネルギーっていうものを牛耳っているシンナカンパニーに敵対するアバランチというグループのリーダーみたいな存在で、リメイクの中でそのシンナに利用されてアバランチの活動をする中で、ジェシーやミックス、ウェッジっていう仲間たちは命を失ってですね、もうその思いを抱えて引くに引けない状況でミッドガルを脱出しています。娘のマリンっていうのがミッドガルに残されているんですけれども、そのことは気がかりではあるんだけれども、その状況の中で、ミッドガルから逃亡してそのアバランチとしての活動を続けなければいけないみたいな葛藤の中、旅を始めていくことになります。バレットのこの過去の親友というか友であるダインというキャラクターがいて、そのダインのキャラクターにまつわるエピソードっていうのがやっぱり原作と同様に描かれるんですけど、原作は本来言うと自分自身はそこまで原作の時のダインのエピソードってそこまで心を動かすような感じではなかったんですけど、本作リバースにおいては非常にそのエピソードが感情的により心のこもった演出がされていて、非常に今作の中でも非常に良いシーンに仕上がっているので、やっぱりリメイクプロジェクトを作るにあたってよりカット縮小することなくしっかりと描き切ったってことが結果的には成功につながってるんじゃないかなと今では思っています。自分にも娘がいるので感情移入がめちゃめちゃしてるので、あそこには変な力の入れ方をしていますなんか全体的に家族ネタ強いよね、うちのチーム。そうですね、エアリスはですね、町の花売りとしてクラウドたちと出会うんですけれども、リメイクの物語の終わりの方に差し掛かるとですね、シンナカンパニーが探している約束の地と呼ばれる星のエネルギーがたくさん眠っている場所、誰も知らない場所なんですけれども、そこに結びつくと呼ばれている世界の特殊な種族の古代種セトラと呼ばれる種族の唯一の生き残りであるということが分かります。でその存在であるがゆえにシンナカンパニーに狙われて一度は囚われたりするんですけれども、そこをクラウドたちが救出することによってミッドガルから旅を始めると。エアリスはもうリバースになると
基本的にいつも明るく振る舞ってそのムードメーカーみたいな感じになってるんですけども、結構深刻なものを抱えているので、そのギャップが見どころといいますか、はい、例えば今回ですとコスモキャニオンっていうナナキの故郷の町があるんですけれども、そこはやっぱり星の話、星の命の話とかが入ってきますので、そこにエアリスの大きい追加シーンがある。彼女がその古代種の自分エアリス自身がどういうふうに考えてるかとか、それに対しての仲間への思いが語られたりとか、新しい名場面となりうるシーンが入っております。リメイクの中の物語は、運命の壁というか、そのなんていうのかな、最後に、その運命の壁を打破するっていうところがリメイクの話で、その運命っていうものは何なのかっていうものをなんとなく感づいているのかどうかは、エアリスが実は知っているのではないかみたいな、そういったものも全て、なくなった状態でリバースが始まりますので、エアリスにとってはその新しい世界がまさにこれから始まっていくと、楽しい気持ちで旅を始めるという形になっております。一番初稿というか1個で野島さんから上がってきたストーリーっていうのを読んだ時に、やっぱり今作っていうのはワスラルル都までっていうのを描く物語になってて、そこの結末に対してキャラクターたちの絆とか関係性をやっぱ非常に描いてるストーリーラインだったんですよ。なんで、そこをただストーリーだけに閉じるんではなくて、ゲームデザインもちゃんとそのキャラクターたちの関係性と絆っていうのを描いてあげることで、野島さんのシナリオをいただいて読んだ時に、私の方で今回のゲームデザインとして見た時のテーマは絆にしようっていうふうに思ったので、そのゲーム側の方もそういうコンセプトで作られているっていうふうになります。ストーリーを進めることでキャラクターの関係性がどう変わっていくかっていうところは、まず一つ大きいところで言うと、まずクラウドと仲間たちの関係性っていうのをストーリーを進めたりとか、クエストを進めたりとかすることで変化していったり、キャラクターのセリフ含めてそこに対しての差別化があるみたいなところっていうのを入れています。カットシーンには選択肢があるんですね。でそのキャラクターの好感度によって見れるカットシーンが異なってきます。なので例えばティファに好感を持ってもらっていたら、ティファの特別なカットシーンが流れます。ぜひ皆さんには何度もプレイしてもらいたいと思っています23週23週それぞれのキャラとの距離感っていうのもありますし、愛情表現でもその恋愛もあれば家族もあり、そういう話を絡めながらなのかなっていう多分ティファがご縁が大事って言ってるんですけども、それが今回の世界観全体に関わってくるんですけど、人と人と触れ合うことでその何かが生まれるじゃないですか。ご縁が重なって運命になるっていうんですかねそのあたりの結局なんかセブンってそこによってキャラクターとの関係性によって変化するっていうものがなんかセブンらしさの一つではあるのかなとは思うので、ザックスがかなり早い段階から登場してまして、彼にはそのクラウドたちとは違う角度からこの世界を見るっていう、そういう役割を果たしてもらいたくて、早めに登場してもらってます。今回のキャラクターとは別にこの舞台にリメイクリバースの舞台になっている星世界がどんなものかっていうのももう一つのキャラクターとしてその星自体も出したかったんで、そこにザックスは深く絡んでもらえるといいなと思っています。ザックスっていうのはその FF7 の原作の中では、クラウドたちのストーリーが始まる前に亡くなっているっていう死んでしまっているキャラクターなんですけれども、そのキャラクターがなぜここにまた出てくるのかっていうところ自体がそのプレイヤーの興味を引きつけたり、この世界は一体どういうものなんだろうっていう疑問をですねプレイヤーに抱かせるとともにザックス自身もなんでここにいるんだろうっていうふうに思うことで、よりその
謎を深めていくというように構成しています。